こんにちは。今日はとても簡単でかわいい小さなネットバッグを作っていきます。模様は鎖と長編み。とても簡単な模様になっています。そこも普段は四角い形になっているんですが、今回は角が丸い形になっています。そこもとても簡単に編めるように工夫しています。作り方がとても簡単なのと、あと丁寧に説明していくので、初めてバッグを編む方でも大丈夫だと思います。サイズは横幅約20センチ、縦は19センチぐらいの小さなバッグになっています。とても可愛く出来上がるので、よかったら試してみてください。使った糸を紹介します。この紺色はセリアさんのパニエ。これは何年か前のものです。多分同じような色は売っていると思います。綿 100%、25g、23メートル。使用かぎ針の目安は7から8。で、白はこれはダイソーさんのリサイクルコットン 100% 極太 40g で約40メートル。使用かぎ針の目安は8号。これとこれがメーカーは違うんですが、同じ鎖の数で始めて全く同じサイズになりました。なのでどちらで編んでもらっても大丈夫です。お好きな糸で編んでみてください。針は8号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。鎖編みをしていきます。鎖を21、この時の鎖は少しゆったりと編んでいきます。今回鎖21編んでいくんですが、サイズの変更をする場合は2の倍数プラス1で変更します。必要な数だけ鎖を編んでいきます。鎖を21編んできました。今の長さは約17センチ。次は底の1段目を編んでいきます。長編みで四角を作っていきます。まず最後の鎖にマーカーをつけます。これはこれから編んでいく長方形の角になります。後で分かりやすいようにマーカーをつけました。で、この最後の鎖を指で軽く押さえて、鎖を3つ、1、2、3。この鎖は緩くなくても大丈夫です。これからずっと普通ぐらいの緩さで編んでいきます。針から戻って1、2、3、4、5、6、6個目に長編みをします。1、2、3、4、5、6。表でも裏でも大丈夫です。長編み。1、2、3、4、5、6。で、表から入れるときには、この鎖の上のところ、上が1本のところ、長編みをします。これが一番端の四角。次も四角を作っていきます。鎖を1つ、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、1、2、
これで四角ができました。次も同じように四角、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目、また四角、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目、また四角、最後の四角、鎖1つ、長編み、これで1段目が終わりました。次は2段目、また同じように四角を作っていきます。鎖を3つ、1、2、3、裏返します。下の長編みの上に長編み、ここに鎖、また四角、鎖1つと長編みの上に長編み、次も四角、端まで編んでいきます。2段目の端まで来ました。また四角を作ります。まず鎖1つ、足元はこのマーカーをつけた次から数えます。この次から数えて、鎖は1、2、3、下から2つ目に長編みをします。1、2で、この時上が2本の位置、この鎖の上が2本で下が1本、この位置に針を入れて長編みをします。これで端まで四角ができました。次は3段目、鎖を3つ、1、2、3、裏返します。また四角を作ります。長編みの上に長編み、さっきと同じです。で、また四角、このまま端まで編んでいきます。3段目を編んできました。また最後の四角、鎖1つ、長編みは下の鎖の下から2つ目、1、2、ここに長編みをします。これが最後の四角。これで底が出来上がりました。15センチの5センチ
次は側面を編んでいきます。ただそこから側面に移るときはちょっとややこしいので、違う色の糸で説明します。皆さんはそのまま同じ糸で続けていきます。で、ここで一旦私は糸を切ります。皆さんは同じ糸で続けて編んでいきます。で、糸が続いている状態で鎖を4つ、1、2、3、4、裏返します。鎖の根元、ここに長編みを1つ、この鎖の根元長編みをします。これで三角ができました。次は今まで通り四角、鎖1つ、足元はこの長編みの上、長編みの上に長編み、これで四角、三角と四角、次も四角、同じように鎖1つで長編みの上に長編みで、次も四角、このまま端まで編んでいきます。次の角まで来ました。ここにも四角を作ります。鎖1つ、足元は下の鎖の下から2つ目、長編みをします。これで端まで四角ができました。ここでまた三角を作ります。まず鎖1つ、同じところに長編み、これで角に長編み、鎖1つ、長編みで三角ができました。三角の次は四角、鎖1つ、足元はこの境目、長編みをします。で、ここらへん、これで四角、また四角、もう一つ四角、このマーカーをつけたところ、こっちから数えると鎖1、2、これで四角が3つ、次は三角、角には三角を作ります。三角は鎖1つ、同じところ、これで三角、次からはまた四角を作っていきます。鎖1つで長編み、
この長編みのここ、鎖、長編みに長編み、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。また四角を作ります。今まで通り鎖1つ、長編み、角には三角、鎖1つ、同じところに長編み、これでこの角にも三角、4つの角に三角ができました。最後はこの短い辺、四角を作ります。で鎖1つ、でここ、これで四角、次も四角、で最後の四角は鎖1つと最初の三角、この三角の最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、ここに引き抜いてつなげます。1、2、3、これで最後の四角で模様がつながりました。四角と四隅に三角、次は側面の2周目。ここからは複雑ではないので簡単なんですが、もう一度色を変えて白に戻って白で編んでいきます。で皆さんは同じ糸で編んでいきます。糸が出ているところから続けて編んでいきます。同じ色で続けて編んでいくように想像してください。で鎖を3つ、1、2、3で四角を作るので鎖をもう一つ、鎖は全部で4つ、1、2、3、4で次の長編み、この三角の次の長編みに長編み、これで四角ができました。三角の上に四角、次も四角、2周目からは全部四角を編んでいきます。三角の上に四角、このまま角まで編んでいきます。次の角の三角まで来ました。三角の上に四角、鎖1つ、三角のこっちの長編み、こ
これで三角の上に四角、次からもずっと四角を作っていきます。この上も四角、三角の上にも四角で、ぐるっと最初のところまで戻っていきます。一周編んできました。今この三角の上に四角を作って、この四角を含めて1、2、3、もう一つ四角を作ります。この側面2周目の四角の上に四角を作ります。まず鎖を1つ、次は長編みをしないで、この最初の四角、この鎖の下から3つ目、ここに引き抜いて最後の四角にします。ここに長編みを編まないで、この最初の四角、1、2、3、これで四角ができました。で、確認してみると、こっちは三角の上の四角を含めて1、2、3、4、5、三角の上から四角が5個。こっちも数えてみます。三角の上の四角を含めて数えます。1、2、3、4、5。これで数が揃いました。次は側面の3周目。同じように編んでいきます。これからずっと同じことを繰り返していきます。全部四角。まず鎖を4つ。1、2、3、4。で、長編みの上に長編みを編んで四角を作ります。で、また四角、次も四角を編んで、これを繰り返して一周します。ぐるっと四角を編んでいって、最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。で、また同じように鎖を4つ、これを繰り返していきます。側面を11周編んできました。数えにくい時には横を見ると数えやすいかと思います。ここが境目、ここから側面、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。長さは約17センチ。次はマーカーをつけます。まず模様を整えて平らにならします。で、この四角の数を数えます。脇から1、2、3、4。ここにマーカー。こっちも1、2、3、4。これぐらいでストラップを作っていこうかと思います。試し編みしたものはこんな感覚、こんな感じでよかったらこれぐらいの間隔でマーカーをつけます。長さはこの脇が約5センチ、間は約 7.5 センチ。これでやってみます。で、
つながっている糸から続けて編んでいきます。鎖を4つ、1、2、3、4、この部分を編んでいきます。で、下の長編みの上に長編み、今までと同じように四角を作ります。鎖、でもう一つ四角、マーカーのところ、ここから鎖を編んでいきます。鎖の数は28、28でこれぐらいの長さになります。これはお好みで変えても大丈夫です。で、鎖を28編んでいきます。1、2、3、鎖を28編んできました。長さは約21センチ。ねじれていないか確かめて、最後の鎖にマーカーをつけておきます。で、マーカーがついているところに長編みでつなぎます。長編みをします。絡めて、2本から引き抜いて、もう一度引き抜いて長編み、これでつながりました。次からまた四角を作っていきます。鎖1つ、このまま四角を編んで、ここでまた鎖28、長編みでつないで、ここまで戻ってきます。両方の鎖編みを編んで四角を編んできました。最後も四角、鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目、これで本体が終わりました。最後に縁を引き抜き編みで一周します。まずこのまま四角の中、糸を引き出して、これをかぶせるようにして引き抜きます。これが1つ目。後で見分けやすいようにマーカーをつけておきます。次はこの長編みの上に針を入れて引き抜き編み、でまた次は四角、次は長編み、次は四角、次は鎖の下の長編み、この長編みには編まないで、鎖の1つ目、ここに引き抜き編み、ここは編まないで、次この鎖、この鎖の表でも裏でも大丈夫です。
でこの鎖の上が1本の位置、ここに針を入れて、で引き抜き編みをしていきます。次の鎖、こんな感じで引き抜き編みを続けます。でここまで編んでいきます。反対側の付け根まで来ました。マーカーをつけた最後の鎖にも引き抜き編み、これが最後の鎖、引き抜き編み、次この長編みには編まないで、この四角編まないですぐ四角、引き抜き編み、こんな感じになります。次からまた同じ長編みの上に引き抜き編み、四角、長編み、これを繰り返していきます。ずっと編んでいて、ここは引き抜き編み、ここは編まないで鎖には引き抜き編み、一つずつ編んでいって、最後の鎖にも引き抜き編み、この長編みには編まないで四角で長編み、最初のスタートしたところまで戻っていきます。引き抜き編みで一周してきました。今長編みの上に引き抜き編みをしたところで、最初の引き抜き編みはここ、間の四角にもう一つ引き抜き編み、これが最後の引き抜き編み、糸を切って針で始末します。少し長めに糸を切ります。で最後の引き抜き編みから糸を抜きます。でこのマーカーをつけたところ、手前から向こう、でこれが最後の引き抜き編み、上から針を入れます。上から針を入れて下の糸のところも通ります。で形を整えて、あとは裏で何回か行ったり来たりして隠します。こんな感じに出来上がりました。とても可愛く出来上がりました。
この付け根の段差がちょっとあるのでおしゃれな感じになっています。それと今回工夫したこの底のライン、途中で三角を編んでいるので綺麗なカーブができました。全体的に丸みができてとても可愛いシルエットになりました。サイズを測りました。上から下までは19センチ、横幅は20センチ、ストラップは21センチ、重さは65グラム。最後までご視聴ありがとうございました。